皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今年は咲き始めが遅かった河津桜ですが、暖かくなり一気に咲き始めました。満開までにはもう少し時間がかかりそうですが、毎日この河津桜を見てとても癒されています。そしてこの河津桜の下に桜草と一緒に植えたセダムを覚えていますか？今日はその様子を少し見ていきましょう。この場所に植えた時にはまだ紅葉していて、穂先が赤かったスノープリンセスも穂先が緑色に変化してきています。3月に入り気温も暖かくなると同時にセダムもどうやら動き出した様子です。奥に植えた秋麗とおぼろ月の様子も見ていきましょう。ここら辺はほぼ変わりなくといった感じですね。そして今日はこの場所に雑草が生える前にまた多肉を少し足していこうと思います。ビニールハウスに戻り、地植えしたかったこのルビーネックレスをカットしていきます。このルビーネックレス育てているとだんだん上がスカスカになってきていませんか？そんな時はこうしてカットすることで根元にまたプリッとした肉厚の葉がたくさん出てきます。もし茎だけになってしまい葉がない場合は一度抜いてリセットするか、根元にまたカットしたルビーネックレスを刺してみるのもいいかも。暖かくなり根もすぐに出てきてくれるので試しにやってみてくださいね。このルビーネックレスはどこで切っても大丈夫なところが嬉しいんですよね。しかも鉢の外に伸びているルビーネックレスをすべてカットしてもすぐにまた伸びてきてくれます。そしてこのルビーネックレスは黄色い花が咲いて可愛いんですが、これ花が咲き終わった後の花柄をそのままにしておくとちょっと見栄えが悪いんですよね。ついでに花柄も一緒にカットしておきましょう。今までは樹れる心配があり水を控えめにしていましたが、葉がしわしわしていてあまり可愛くないので、こんな時はじっくりと春の雨に当ててあげることでしわしわだった葉もぷっくりとした可愛い葉に戻ってくれます。そして今回はルビーネックレスの他にこのピーチプリデも植えようと思います。このピーチプリデは葉ざしから育てた苗になります。ピーチプリデは寒さに弱いので暖かくなるのを待っていたんですが、10円にするとどこまで大きく育ってくれるのか今からとても楽しみです。そしてもう一つはこのマクドガリー×ラウレンシス。これ札を見てみると肥料の検証実験に使っていた株でした。このマクドガリー×ラウレンシスもあの肥料の検証実験でたくさん増えた多肉になります。そして最後にもう一つ地植えにしたかったのがこのパンジーです。このパンジーは冬の寒さや夏の暑さにも強く、初心者さんにもおすすめの多肉です。これを地植えに植えるとどう育ってくれるのかちょっと気になって、これも一つ植えてみることにしました。ロゼットを触ってみて苗がぐらついているものを取ってみたんですが、根は出ているもののしっかり根付いていなかったのでこの株を選んでみました。今回はこの4種類を畑に地植えしに行きます。はい、畑に戻ってきました。ルビーネックレスを一番奥に植えようと思っていたんですが、雑草が生えていたので三角砲を使い
少し雑草を取り除いておきました。植える前にもう一度苗のご紹介です。一つ目はマクドガリー×ラウレンシス。二つ目はピーチプリデ。三つ目はパンジーです。そして最後にルビーネックレスです。多肉を植えようとしゃがんで地面を見てみると、大きな雑草は取ったんですが、小さな雑草がまだたくさん残っていました。これは植えた多肉が負けてしまいそうなので、先にこの雑草を抜いておくことにします。そして今回4種類の多肉を選んできましたが、なぜこの4種類にしたかというと、この4種類の多肉は意外と水が好きなんです。ということで、地植えにしても大丈夫かなって思い選んでみました。特にルビーネックレスはお水が大好きで、雨ざらしにすると葉がプリップリに大きく可愛く成長してくれます。このピーチプリでもどこまで大きくなるのか、皆さんも予想してみてくださいね。今回地植えをするということで、多肉の根はカットせずにそのまま植えることにします。というのも、地植えは鉢植えのように根詰まりの心配もいりませんからね。そして地面にしっかりと根を張ってもらい、暑い夏を乗り切って成長してもらいたいと思っています。これは去年の9月に胴切りしたピーチプリデの寄せ植えですが、親株よりもすでに大きく成長しています。地植えでもこれぐらい大きくなってくれると嬉しいですね。ポットや鉢に植わっているとそこそこ大きく育っているなと思っていましたが、実際こうして地面に植えてみると意外と小さく見えてびっくりです。小さく見えてというよりは、小さすぎてびっくり、そっちの方が合ってるかな。今持っているパンジーも小さめのパンジーを持ってきてしまいましたが、大きめの苗を選んでくればよかったと今更後悔です。そして何より地植えは鉢植えと違い、虫、害虫の管理が心配です。かといってこの場所にオルトランやスターガードを使う予定はないので、害虫予防といえば燻炭しか思いつかないので、とりあえずは燻炭を地面に撒いておこうかな。皆さんが地植えの害虫対策をどのようにしているのかがちょっと気になりました。庭多肉もちょいちょいバッタの被害に遭ったりしていたので、この場所もやはりバッタの被害が心配です。最後のルビーネックレスの植え付けもこれで完了です。こうしてみるとどこに多肉が植わっているのかよくわからないなって思い、ポットに残っていた土を少し周りに撒いておくことにしました。鹿沼土が入っているので少しは目立つようになったかな。まだまだ空いているスペースはたくさんあるので、もう少し暖かくなったらこの葉ざしたちをまた植え付けていこうと思います。そういえばピーチプリデの葉ざしもしていたなと思い見てみると、小さな芽がたくさん出ていました。ちなみにこのピーチプリデの葉ざしですが、ピーチプリデの花芽の茎についていた葉をもいだものになります。なので成長点が少し葉の内側についています。それでもこんなに小さな葉から芽がちゃんと出てきてくれています。葉が小さいため成長のばらつきはありますが、もうすでに1センチほどに成長している葉ざしもありました。こうして
花芽についていた葉も葉差しできるので、皆さんもぜひ試してみてくださいね。はい、ということで今日の動画はピーチブリデ、パンジー、マクドガリー×ラウレンシス、そしてルビーネックレスの4種類を地植えしていきました。いかがだったでしょうか。今回植え付けした多肉たちの成長も楽しみにしていてくださいね。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。天気予報を見ると当分雨マークがついていなかったため、さっとですが水やりをしています。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。